皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年9月20日の生放送を行っていこうと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。さて、ここ最近ちょっとお休みしていたのはですね、咳喘息っていうのを以前、私が、発症したとでも言えばいいのか、なったんですけれども、ここ最近特に体調が悪いわけでもないのに咳だけがゴホゴホと、なる状態に加えて、口内炎もかなり出て、もう喋るのが本当に今ひどい状態になってましたね。何か喋ろうとすると、喉がうずうずときて、全然喋れないみたいな感じになってたんです。なので少し動画はお休みして、Twitter の方でちょこちょこと書き込みをしていたという、感じでちょっと活動しておりました。なので生放送の方だけではなく動画もそうなんですけれども、YouTube の方で活動が止まってるなーっていうのを見たら、一応 Twitter の方も見てもらえれば全く活動が止まってるのか、それとも YouTube の方だけで活動が止まってるのか、そちらの方もちょっと覗いてくれればなと思います。はい。それでは、まずは選挙解説からいきましょう。いつものように戦争研究所の発表している地図を元にして現在の戦況を、解説していきましょう。丸1が南部戦線で、丸2が東部戦線です。もういつものように見ている人たちにしてみれば、またこれかと思うかもしれませんが、初めて見る人にしてみると、この地図があるがないっていうのがちょっと全く印象が違うっていうのもあるので、毎回ちょっと説明させてもらおうかなと思います。特に他の動画においてはこうした前提条件を揃えるっていうことはあんまりしていなくって、もう分かってるよねっていう前提で話がどんどんと進むことが多いです。そのために地図を出さずに、どこどこの町はもう取った取らないといったような話がどんどんと進んでいって、いや、そんな町、バンバン投げつけられても全くわかんないよっていう人をちょっと置き去りにしていることがちょっと目立ったかなというふうに私は思っています。ただこれは動画を投稿する側のなんていうかな、誰を対象にして話をしているのかっていうのもあるので、あんまり地図を出さないでも気にしないっていう人は確かにいるかなと思います。さて、東部戦線の方をちょっと拡大しましょう。こちら、ハルキウというのがウクライナにとっては第2の大きな都市です。で、このハルキウっていうのを中心にして戦いは進んでいたわけですが、この秋季攻勢でウクライナ軍はこのハルキウの周りをかなり取り返すことに成功しました。現在はロシア軍はオスキル川を中心にして、ここをなんとか防衛ラインとして保とうとして、防戦一方という形になっております。ただし、ドネツク州、このハルキウより南の方ですね。こちらの方を抑えようと思っていたロシア軍としては、イジュームをウクライナ軍に奪還されたことにより、このドネツク州については、ほぼ攻略不可能になっただろうと言われています。で、次はウクライナ軍が目指している先というのがリマンになります。このリマンを落とすと、川沿いにですね、
セベロドネツクへと進むというルートが切り開けることになります。で、これをさらに、リマン、セベロドネツク、この町を少し拡大して見てみましょう。こちら詳しくなるともういろいろな、なんていうかな、情報が溢れ返っちゃうんですけれども、イジュームから東へ進んでリマンがあると。このリマンが今、改装したロシア軍が何とか踏みとどまるために、結集している町になります。なので、現在のロシア軍としては、このリマンで何とか体制を整えて、ウクライナ軍の攻勢を食い止めよう。そしてもう一つの防塁としては、オスキル川という自然の地形を利用しようとしているわけですね。ただし、この川というのもですね、今のウクライナ軍にしてみれば、味方にすることもできるわけです。何しろロシア軍の反撃っていうのを考えたときにですね、この川っていうのを利用すれば、ウクライナ軍としても、ここはもうロシア軍攻めてこないんだなっていう、ある意味、安心して他に戦力を回せることができるので、このあたり、守っているロシア軍にしたら、なんとかオスキル川で留めたい。でも攻めるウクライナ軍としては、川を越えてこないっていうのが分かっているんだったら別にそこに部隊張り付けなくてもいいよねっていう具合にして、逆に言えば戦力を集中して攻撃することができるという、この事情が双方にあります。で、現在はイジュームからリマンに向けての攻勢が激しくなっているところです。ただ、ここ最近少し話題になっているのが、このリマンを落とす前に、もうリシチャンシクやセベロドネツクといったもっと東の方を先に落とすかもしれないっていう話が出ています。ただこれは陽動かもしれないので、実際のところどちらの方が主力になっているかはちょっとわからないです。しかしどちらにしてもですけれども、一番重要なのは、主導権は一体どちらが握っているのか、ここをちゃんと押さえておくことが大事です。例えばですね、主導権を握っているのははっきり言えばウクライナ軍です。ところが人によってはですね、主導権はロシア軍にあるんだという主張を変えない人たちというのがいます。そういう人たちは一体どういうふうな考え方を持っているかっていうと、そもそも論としてロシア側のプロパガンダにすっかりと毒されている人たちってですね、例えばロシア軍がもうウクライナ軍の攻撃なんか全部撃退して、もう攻めてくるウクライナ軍の方が大打撃を受けて、もう攻め疲れして、もう壊滅状態だっていうような話をする。で、それを聞いた人たちが、なるほど、それは全然報道されてない。これが真実の世界なのかって言って、納得すると。で、そういった人たちが今、イジュームを攻め落とされて、ウクライナ軍がどんどんと今リマンに迫っているという状況に対して、これは、見事な撤退を見せかけて、ウクライナ軍を誘い込んで、そしてウクライナ軍の主力を、反包囲殲滅をするための罠を仕掛けているんだっていう話をしているんですね。これは昔々戦国時代の島津藩でですね、捨てがまりだったかな。戦法というものがあって、わざと撤退することによって敵を誘い出して陣形が崩れたところを待ち伏せ攻撃を行って、撃退するという、そういった戦法があるんですね。で、それを今のロシア軍はやっているんだという話をしているんですけれども、島津軍と現在のロシア軍の圧倒的な違いというのはですね、狙ってそうした戦法を取れているのかっていうところが一番大きな違いです。島津軍のやった撤退っていうのはあくまでも最初の作戦計画としてみんな一揉みしたらその後わざと逃げるんだぞという、そういったことをするわけですね。BS2 さんありがとうございます。釣りの部署の方です。捨て代わりの方は関ヶ原の合戦の方でしたね。山下さんありがとうございます。ちょっとした勘違いでちょっと間違えてますね。で、そこは訂正しましょう。釣りの伏せで。で、逃げていくっていうのを作戦計画の中に組み込んでやっているのか、じゃあロシア軍がそうやった組み込んで逃げているのかっていうと全然そんなことはないわけです。で、なぜそれが言えるかっていうと、最初から計画してものすごい距離を逃げるっていうのは最初から決めているんであれば、わざわざウクライナ軍に鹵獲されたら困るなっていう兵器であったり武器弾薬であったりそういったものをわざわざ残す必要はないわけです。最初から逃げるぞっていうのを決めているんであれば、ほとんどの兵器については引き上げておいて地雷を仕掛けるなりトラップをいろんなところに仕掛けるなりしておけば、それによってウクライナ軍は大ダメージを受けるわけです。ところが現在の東部戦線における
ウクライナ軍が一気に領土を奪還したよ。その領土を奪還した広さというのが、8000平方キロメートル程度まで拡大しているよっていう状況の中で、ウクライナ軍は様々な兵器を露獲し、様々な武器弾薬を発見して、中には修理工場と呼ばれるような場所というのもどうやら占領したようで、即使えるわけではないんだけれども、修理途中の兵器や、様々な軍用車両というのが残されているのを発見して、引き続きウクライナ軍がこれを修理すればほとんどが戦線復帰できるなっていうのも、結構あるみたいなんですね。しかもですね、この残された武器弾薬に対していわゆるトラップがほとんどかけられていないっていうのがウクライナ側から出ている情報なんですね。で、これ一体何を意味しているかっていうと、特に本格的な侵攻が始まった2月、3月、そのくらいの頃っていうのは、まだロシア軍の兵士っていうのも一番最初の時期ですから、特に大きな被害を受けていなかった状態です。で、その後、ウクライナ軍の反撃があって、まず首都攻略を諦めて部隊がロシア本国に一旦戻りました。これは首都攻略の部分だけですけれども、そこでブチャの虐殺っていうのが判明するわけです。この時にはですね、ロシア軍っていうのは撤退するにあたって様々な場所に地雷を仕掛けたり、あとは民家の中にも様々な罠を仕掛けて、例えば子供が戻ってきた時に、おもちゃがあると思っておもちゃを触ったらそのおもちゃっていうのが、いわゆる手榴弾のピンを跳ね上げるような、そうした罠とつながってたりとかですね。中にはピアノ線、ピアノの中に仕掛けて、ピアノを演奏したらそれがスイッチとなって爆発するといったような、随分と手の込んだ、そうしたものもあったりとかして、本当に様々な場所に罠が仕掛けられたっていうんですね。これなんかは、撤退するぞっていう命令があってから、そうした罠を仕掛けるための時間があったりとか、もしくは罠を仕掛ける技能を持った兵士たちっていうのが、まだまだいたことを示しています。ところが今回、東部戦線における電撃戦で、ロシア軍は一気に改装したわけです。この時の改装っていうのは、組織だった行動として撤退ができていなかった。だからこそ兵士たちは武器弾薬なんかを置いてさっさと逃げていった。そして残された武器弾薬兵器などに、破壊処理もしていなければ、そして罠なんかも全然仕掛けられていないっていうのがあるんですね。このあたりは兵士の劣化と、そして司令部側の撤退命令っていうのが全然組織的じゃなかったということを、一つ意味しているわけです。このあたり、実際の現場で何が起こっているのかっていう報告がいっぱいわーって上がってきて、それを聞いた私たちが、なるほど。以前だったら撤退するときに罠がいっぱいかけられていたけど、もう今になったらそうした罠を仕掛けることもなくどんどんと撤退しているのかっていうのを見ると、兵士の質も下がっているし、司令部の対応も随分とひどいもんだなというのを私たちは受け取ることができるわけです。もちろんこれは別にウクライナ側が言ってるわけでもなければ、ニュースで言ってるわけでもなくっていうような感じですね。で、ここ最近で一番ロシア軍の大きなチョンボというかミスというか、そうしたのがわかる例というのが、そして作って、みんなには披露するんですよ。こんなものがあるんだぞ、すごいだろう、ロシアっていうのを。ところが実際に戦場に送り出すためには、やはり量産化するっていう工程が必要なんですね。特注品として1個できたとかいうのじゃなくて、これから100両とかそういったものを、まとまった数作ろうとなると、その部品が整わないであるとか、生産ラインが整備できませんとやるとか、様々な問題があってなかなか作れないといったこともあって、T90M が、今のところ最新戦車だと。で、この最新戦車なんですけれども、この東部戦線の戦いで無事にというか、無傷の状態で、ウクライナ軍が露獲しました。で、中を見てもらえばわかると思うんですけれども、特に何か爆発した様子とかも全くないような状態でして、兵士たちは、この戦車の、操縦していた兵士たちとそれに関連する部隊の兵士たちは、誰もこの最新戦車を破壊せずに、そのまま逃げ去ったと。で、この話をインターネット上でするとですね、いやいや、そんなバカなことはないだろうっていう人たちがいるんですよ。で、確かにそれは、そんなバカなことをする人がいるなんて、なんていうかな、
ちょっと想像できない人たちもいるのもわかるんですよ。ただ、現場では確かに起こっている事実なので、これを解説すると、軍用車両に乗ってるっていうことは、ウクライナ軍に目をつけられたら確実に攻撃されるわけです。戦車に乗っているな、あれロシア軍の戦車だなって分かれば、ウクライナ軍の攻撃がかかるわけです。で、これは別に戦車だけじゃなくて、装甲車であっても、トラックであってもそうですね。例えば Z マークっていうのが、ロシア軍の認識標識になってるわけなんですけども、Z でバーンと書いてあれば、もうそれは攻撃してくださいっていう、意味なんですよね。で、ウクライナ軍がどんどんと陣地を乗り越えて電撃戦でどんどん前に来ていると、もうどこにウクライナ軍の戦車やもしくは兵士がいるかわからない。兵士が来ているだけだったら安心かというとそういったわけではなくって、兵士が例えば後方にいる自走砲にこの座標に攻撃してくださいって連絡すれば、2、30キロ離れたところから榴弾砲が撃ち込まれて、戦車はやられてしまうということがあるわけです。だからどこに敵がいるかわからない状態だと、やはり不安になるわけですよね。これ戦車に乗った方が安全だではなくて、戦車みたいな目立つものに乗っていたら危険だと考えて、ロシア軍の兵士たちが何をしたかっていうと、さっさと逃げるという行動です。で、このさっさと逃げるという行動の中に、自ら持っていた兵器、武器、弾薬について処分するとか罠を仕掛けるなんていうことは考えないわけです。で、彼らはどうやって逃げたかっていうと、民家を襲撃して、住民の持っている乗用車を奪うと。で、軍服を脱いで、靴を脱いで、あくまでも私たちは一般人ですよというふりをして、そのままロシア本国に向けて、いち早く脱出を図るということをしたわけですね。豆市さん、そうですね。軍服を脱いでまで逃げるんですもんね。そう。だから、もう軍人じゃないよっていう体を取って逃げるんです。だからもう戦車もほっぽり出すし、もう銃とかも、拳銃とかそういった身につけるぐらいのレベルのものは持ってるでしょうけど、重たいものについてはもう全部ほっぽり出して、さあ逃げようってなるわけですね。で、その結果として、こうした最新戦車までもがほぼ無傷の状態で鹵獲されるなんていうことが起こっているわけです。これをロシア側のじゃなくて西側のプロパガンダでこれは偽物だみたいなことを言ってるわけでな人なんかもちょっとインターネット上、SNS、ツイッターではちょっと見かけましたけど、この偽物をわざわざウクライナ軍が作ってこれが T90 ですって発表することに何の意味があるんだろうって思いますからね。何にしてもですね、この最新戦車、この後ウクライナ軍が接収して、中身をもちろん自分たちに役立つ情報はないかっていうのを調査する。で、その後、この戦車はおそらくは NATO 側に引き渡されると思います。もちろん、ロシア軍の戦車に、例えばアメリカの M1A2 エイブラムス戦車が負けるかとか言うと、全然負けることはないと思うんですけれども、やはり相手の戦車がどんな性能なのかっていうのは、実物をもとにして、なるほどこうなっているのかっていうのを全部調べ尽くすっていうことがあるんですよね。そういったこともあるので、ウクライナとしては、アメリカもしくは NATO にこれを渡すことによって、おそらくは見返りがあるはずなので、そちらの方がかなりいいんじゃないかなと。多分、ウクライナ軍としてはこの T90 戦車を自分たちで使おうではなくて渡すことによって、見返りの兵器支援なんかを吹き出す、そうした材料になるんじゃないかなと言われていますね。3位さん、鹵獲という言葉最近初めて聞きました。これは一般的な言葉かっていうと正直違うと思います。例えば、もう奪いましたよっていう言葉の方がはっきりと、わかりやすいんですけれども、奪ったとか、いう言葉を使うと、動画のコメントで必ず、いや、奪ったなんて言うんじゃないですよ。そこはもう、鹵獲っていう言葉があるんだから、それを言わないとダメですよっていう、ちょっと突っ込みも入るので、鹵獲という言葉。あまり一般的な言葉ではないんですけれども、敵勢力の持っている兵器を奪いますよということですね。このあたりは、聞き慣れてくれるかなっていうところですよね。よいしょ。で、現在のところ、リマンが落ちていない状態なんですけれども、逆に言えば、リマンが落ちたらも
このオスキル川で守ろうっていう構想それ自体が崩れることになります。というのも、ここの中に、この地図の中にちょっと書いたこのドネツ川。このドネツ川っていうのが、まあ、今、東西に伸びていて、イジューム、リマン、セベロドネツク、リシチャンシク、まあ、この辺りの境になっていたんですよね、最近まで、このドネツ川っていうのが。で、このドネツ川を越えた先、リマンを落とせばもう、この川っていうのが一つ、防衛ラインとして効かなくなってくるので、まあ、この後、リマンが落ちてさえすれば、おそらくはまあ、ドミノ倒し的にバタバタと、ロシア軍はまたさらに後ろへと大きく後退することになると思います。そしてその時にはもうスキル川っていうのが役に立たなくなるっていうことになりますね。南から北へ進軍するっていうこの方向に対しては、オスキル川もドネツ川もどっちもウクライナ軍にとっては、まあ、障害にならなくなるんですね。というわけでもう少し様子を見ましょう。さて、それでは、全体マップに戻って、1番の南部戦線の戦況解説に行きましょう。はい、こちらが、拡大した図になります。まあ、ここの南部戦線においては、ヘルソン州ヘルソンっていうのがまあ大きな町で、まあ、ここを奪い返そうっていう動きがまあずっと続いているわけです。で、ここの戦場におけるポイントとしては、ドニプロ川っていう大きな川があり、そこにかかっている橋は3つありますと。車と歩道が2つに鉄道橋が1で、現在のところ遠距離攻撃によってこの橋は通行不可能なようになっています。なので、ドニプロ川の西側地域にいるロシア軍は常に補給に苦しみながら戦っている状態です。まあ、ただしですね、ゼレンスキー大統領が南部攻勢を行いますよっていうのは事前に何度となく、まあ公表しているので、それに対してロシア軍っていうのも、東部戦線、そしてクリミア半島などから、まあかなりの兵士、兵器をこの地域に集積しているということもあって、なかなか、陣地は堅いようです。ただし、南部戦線において守備が堅いっていうのは逆に言えば東部戦線における兵力が薄くなるっていう現象を生み出したので、東部における電撃作戦が成功した立役者でもあります。まあ西と、東部戦線と南部戦線という2つの戦線を、まあある意味ウクライナ軍が自分にとってどちらの方が攻めやすいかっていうのをかなりコントロールしたっていうのが一つ良い結果を生み出しているんですね。で、ここでのポイントとしては、今、ノーバカホフカとヘルソンのこの2つ、この2箇所において橋があるので、ここの橋を直す、壊す、直す、壊す、直す、壊すっていう、まあこちらの方がもう連続的にずっと起こっています。ここ最近ではですね、このノーバカホフカのダムにかかっている橋、こちらの方を、上から見た衛星写真、こちらなんですけれども、白い矢印で示しているところが橋の部分で、ここの橋の部分が、大きな損傷をしていて通れないよという状況になっています。で、ロシア軍、もう攻撃されて困ったなとなって、少し上の方ですね。上のオレンジで囲っている部分に2箇所橋らしきものが作られているぞというのが分かったら、じゃあ攻撃だということで、9月20日ですね。ウクライナ軍はこの橋についても攻撃を行ったよという発表を行っています。まあやはりこちらもロシア軍としてもまあ黙ってで、やられるわけにはいかないから、なんとか橋を、渡れるようにしよう。まあもしくはボートを使おうであるとか、浮き橋を作ろうとか、仮設の橋そのものをなんとか作れないかとか、いろいろ模索しているようです。まあただしですね、少しずつじわじわとウクライナ軍の前線が押し上げが始まっているので、ハイマースによる攻撃だけじゃなくって、だんだんと榴弾砲の攻撃も届くような位置になってきたら、まあほぼほぼこうした直そうっていう動きもちょっと厳しくなるだろうなと思っています。なので時間はかかっても南部戦線については私はそれほど、まあ問題なく攻め続けることができるんじゃないかなと見ています。さて、こうした東部戦線と南部戦線のいろいろな動きっていうのが影響しているっていうのもあるんですけれども、一つ、注目すべきポイントを少しご紹介しましょう。ここ最近ですね、クリミア半島南部にあるセバストポリという黒海艦隊の
艦隊本部がある場所にですね、潜水艦艦隊もあるんですけれども、どうやらこの潜水艦、本国の方まで移動したようだっていう話が出ております。で、これ一体何を意味しているかっていうと、これまでウクライナ軍の海軍っていうのは基本的には存在しませんでした。潜水艦も持ってないですし、軍用艦と呼ばれるような大型艦もありません。なので、ロシアの黒海艦隊にいる潜水艦っていうのは、主にセバストポリで潜水艦から発射するミサイルっていうのを積み込んで、黒海に出て、そこからウクライナ南部にある貿易港オデーサに対するミサイル攻撃を主に行っていました。潜水艦なんで、安全に海中を進んでオデーサに近づいて、で、浮上しなくてもいいのかどうかわからないですけれども、安全なところからミサイルを撃ち込むと。で、それをひたすら繰り返す行動をとってたんですよね。ところが、ここ最近はオデーサに対するミサイル攻撃ともかなり減ってですね、むしろほとんどなくなったかもしれないっていうような状況で、セバストポリに潜水艦がいないぞと。どうやらロシア本国に帰ったようだ。で、ここからわかることっていうのは、ついにロシアは潜水艦から発射するミサイルが尽きたのかっていうのがこれでわかるわけですね。ロシア軍の方は、精密誘導弾っていうのを生産能力がすごく低くって、使う量に対しても全然生産が追いつかない状態です。なので、例えば、ロシア軍の方も対レーダーミサイルっていうのを以前に開発して持っているんだけど、とっくに使い果たしただろうって言われていますし、また長距離ミサイルについて言っても、だんだんと性能のいいものは姿を消して、もうどんどん誤差の大きいミサイル、もう狙ったところからもう100メートル、200メートル離れたどこ狙ってんだよみたいなところに、落ちる、そうしたミサイルへとどんどんと質が劣化しているっていう話があります。アメリカの国防省の分析によると、ロシア軍側の精密誘導弾として分類されているものの命中率は、ざっくり言っても6割ぐらいしかないだろうと。A という建物を狙ったんだけど、その A という建物に当たる確率 60% ぐらいな感じで、そのぐらいのレベルのもう精密誘導弾しか残ってないだろうと言われています。それで、狙った先もそもそも住宅街だったりとかするんで、あんまりロシア側気にしてないっていうの事情はちょっとあるんですけどね。もう最初から大きいマンションなんかを狙って外れて、お隣の民家に直撃とかね、そういったことはよくあるようです。ロシア軍は、このウクライナ側に対する情報っていうのがもう本当に、全然ないのかなって思うぐらい、軍事施設を狙うよりも住宅街を攻撃することが多いんですよね。このあたりは被害がもう民間人に出るので本当にやめてほしいところです。さて、少しお話は変わりまして、ここ最近の話として、アメリカがウクライナの戦いを全部支えているんだっていう、ちょっと極端化した見方をする人たちも出てきているので、少しそこを修正しなければなということで、皆さんにご紹介しようと思います。インターネット上にはね、どうしても物事を0か100っていう超極端に、詳細はもう、省略して、一番大きいかな、みたいなものを 100% みたいな説明する人がおられるんですよね。で、それを聞いた人は、なんてわかりやすいんだって言って、飛びつくわけなんですけれども、まず第一に、ウクライナに対する世界各国からの軍事支援というものは、アメリカが一番多いっていうのは事実です。ただし、それ以外の国々も様々行っています。例えば、ポーランドからは戦車であるとか、様々な自走砲や、もしくは、兵士の訓練、砲弾の供与など様々なものが行われていますが、金額的にはアメリカには及ばないし、また日本では全然報道されないので、ポーランドが支援していることを知らない人すらいます。で、その他、NATO 加盟国であれば、イギリスも非常に強力な支援を行っています。特にもう5000人規模のウクライナ軍兵士を受け入れて訓練が進められていて、訓練が終わったらウクライナに戻して、また新しい5000人がやってきて、また訓練を行って、そして訓練が終わったっていうような形で、延々と訓練を行っているっていうのがあります。で、こうしたウクライナ軍兵士が国外で訓練するっていうのも日本のニュースなんかではほとんど取り上げられないんですけれども、
訓練を行っている場所としては、イギリス、ドイツ、デンマーク、ポーランドなんかで、やられているんですね。あと、バルト三国もちょっと忘れちゃいけないですね。小さい国においても、経済力がないから大きな軍事支援はなかなかできないんですけれども、兵士の訓練だったら受け付けますよっていうようなことがあるから。このあたりもいろんな国が支え合ってるんですよね。で、その中でもドイツっていうのは経済力としてはまさしく EU のまさに代表格なんですけれども、なかなか支援がケチだなっていうところで、初期からかなり批判がありました。私もなんでこれだけのことを、これだけの経済力があって全然しないんだろうっていうような言い方をすること多いんですけれども、ただそんなドイツでもですね、ここ最近はじわじわと、継続的に支援を行っている国なので、もうちょっと評価してもいいかなと思っております。ドイツの兵器供与が続いております。自走榴弾砲パンツァーハウビッセン2000を新たに4両、これで合計22両の供与を決めましたと。で、このパンツァーハウビッセン2000っていうのは、ヨーロッパで現在作られている自走砲としては、一番なんていうかな、高評価を受けているものなので、ウクライナ軍としては受け取って困ることは何一つないと。プラスアルファ最近ではドイツが新型の GPS 誘導砲弾というものを供与したので、これを組み合わせれば、遠距離攻撃の手段としては、ハイマースに続くそれぐらいの、非常に有力な兵器なんですよね。で、アメリカもこの GPS 誘導砲弾エクスカリバーについてはまとまった確か2000発程度を、つい最近でも供与するっていう発表をしているので、この GPS 誘導砲弾っていうのはある意味、ロケット弾はちょっと大量に渡すにしてもちょっと大変だから、こちらの方でなんとか使って、作戦が組み立てられるんだったら、こっちの方もうまく組み合わせてねっていうのをちょっとやってますよね。池田真一さんのコメントで、フランスは風見鶏ということですけど、フランスの方がむしろ今は支援っていうのがもうはっきり言えば、ものすごいブツッと途切れている国の一つです。最初から例えばですね、ハンガリーだと全く死なせんよぐらいの勢いで行ってる国っていうのはあるんですよ。NATO 加盟国の中で足並みが揃っているかっていう話になったら、必ずのようにハンガリーはロシアに味方してますよって話が出ます。でもですね、ウクライナに対する支援っていうのは、そもそも最初から支援しないって言っている国が今後も支援しないっていう分には別に大した影響はないんですね。一方でフランスっていうのは、初期の頃は、自走榴弾砲のカエサルを供与したり、もしくは装甲車を渡したりといった具合にして、それなりに兵器支援するのかなと思ったら、ここ最近はパタッと止まってるんですよね。そういった意味では、むしろドイツよりもフランスの方が批判されるべき相手にはなってきています。で、その他ドイツの兵器供与、最近だと防空ミサイルシステム、こちらの方は最新版を渡すっていうような話が出ていてですね、ドイツが今持っているものよりも、これ新しいバージョンじゃないかっていうのを言われていて、そうした意味では、ウクライナにロシア軍が放ったミサイルっていうのをなんていうかな、性能の低いものに関してはかなり撃墜できるようになるっていうふうに言われています。その他ですね、アメリカの供与したハイマスっていうのがあるんですけれども、こちらも遠距離攻撃のロケットシステムとして、すごく有名になったんですけれども、ドイツも多連装ロケットシステム、MLRS、MARS2 っていうのを渡すっていうことを発表しています。こちらの方も弾と一緒に渡すので、目立たないんですけれども、これも確実に良い影響をもたらすでしょう。最後に少し余談としてはですね、今ドイツ軍も持っていないような、最新の実装砲、RCH155 というのを、ウクライナに対する販売許可を出したっていうのも、これまた一つ面白い動きで、ウクライナ軍は今、ドイツのメーカーに対してパンツァーハウビッツェを買うから作ってくれっていう契約を結んで、プラスアルファ、そのもう一個先のもんも、契約したいっていう話があって、これについて OK が出たということがあります。ドイツとしてはお金出してくれるんだったらそっちの方売るよっていう意味で OK 出したんだと思うんですけれども、ちょっとここうなりを上げるのは、皆さんに気づいてほしいのは、戦車がないんですよ。戦車が。ドイツはですね、レオパレド2という、
ーロッパ各国にとってはちょっと標準的な戦車とも言えるようなものを作っていて、その戦車についてはとにかくウクライナに渡さないで意固地になってるんですよね。ちょっとそれが、今は批判のポイントになっています。私からするとこのパンツァーハウビッツェ2000をもう22両渡しますよっていうだけでも十分戦力としては高いので、なぜ戦車をそこまで意固地になってこだわって渡さないのかっていうのはちょっとね、あんまり納得いかないところです。それ以外にもですね、ドイツの影響力っていうのははっきり言って健在です。例えばギリシャが歩兵戦闘車両40両をウクライナに供与しますよ。その代わりとしてドイツから歩兵戦闘車40両穴埋めとしてもらいますっていうことを発表しました。で、ギリシャが渡す歩兵戦闘車っていうのは、旧ソ連、そのくらいの時代から持っていたものなので、いわゆる NATO 系の装備とはちょっと言えないものなんですよね。ウクライナ軍に対して、このロシア系の武器を渡しますと。で、その空いた部分を、NATO 系の武器にそっくり入れ替えますよっていう形で、ギリシャは活動しますと。で、それと同じような話で、スロベニアが戦車28両 M55S という戦車をウクライナに供与するということを発表しました。こちらもギリシャと同じようにですね、代わりにドイツから歩兵戦闘車を受け取ると発表しています。で、スロベニアが渡す M55S 戦車とどんなものか。ソ連時代の T55 近代化改修車戦車で、砲塔はイスラエル製 NATO 規格の 105mm 砲へと換装しました。射撃管制システムも変えましたし、エンジンも積み替えたし、防御としても爆発反応装甲を追加できるようにしましたよという場合にして、元々の戦車としてはもうロシア時代の、ソ連時代のものを引き継いでるんですけれども、近代化改修することによってそこそこ使えるものになっているというところですね。で、これに関して言うと、もう兵器っていうのはどこでどんな状況で使うかによってあんまり使えないよねっていうものでも使えることがいっぱいあります。例えばドイツの話を今ずっとしてるので言うんですけれども、対空戦車ゲパルトというものがあって、これはもう現役から引退しました。それは対空機関砲っていうのがもうこれからの時代もうミサイルに全然かなわないよねっていうところからもう機関砲の時代は終わったんだとして前線からもう去った兵器だったんですけれども、現在ウクライナ軍ではこれを十分活用しているっていうふうに報告がされています。というのも今ウクライナの戦場、空で一体どんなものが飛んでいるかっていうと、もうとにかく数としてはドローンがいっぱい飛んでるんですよね。それは味方も敵も。で、ここ最近だとロシア製の、突撃型のドローンっていうのが出てきたっていうこともあるので、そうした使い捨てのドローンであるとか、もしくは小型のドローンっていうのは、例えば購入すれば数百万円とか数千万円とかいう、レベルまでいかないものがあるんですよね。例えば100万円のドローンを攻撃するのに1000万円するミサイルを打ち込んでたら、もうそれだけでも結構きつくなってくるわけですけれども、機関砲だったらそこまでの値段はかからないんですよね。だから、前線である程度対空レーダーを効かせてくれて、ドローンが来てるよっていうのが分かったらゲパルトで撃ち落とすっていうのは、ある意味コストパフォーマンスの良い、防空網を維持することになるんですよね。だからこの M55S 戦車っていうのも、例えば、鹵獲した T90、こちらの方がロシア軍の方で使える状態でやってきたら1対1では叶うもんじゃないんですけれども、でも、歩兵相手に使うんだったら圧倒的に強いわけです。っていう場合にして、ある意味、局面で使える場面というのは必ず存在するので、こうした戦車っていうのは領土を取り戻す上では非常に重要ですということでございます。よいしょ。はい。ちょっとそれじゃあ皆さんのチャット見ていきましょうかね。画面の方は今戦争研究所のマップの方を映しております。マキさん、日本は法律が足かせになって無理でしょうね。武器もないですしってことですけど、武器はあるんですよ。武器はあるんだけど渡せないですね。
例えば、日本でも多連装ロケットシステムっていうのはまあ購入していて持ってるんですけれども、それをちょっと送るわけにはいかないのはやっぱり今ウクライナが戦争をしているわけなので、これはもう日本の法律の問題ですよね。長見康彦さんのコメントで、日本って初期ヘルメットなどを支援した後にその後何か支援ってしたんでしょうかっていうことですけれども、こちらの方はですね、その後医療物資と、あと人道支援としてっていうことで言うと、いわゆる食料品であるとかそういった、なんていうかな、避難生活を送る人向けの支援っていうのをやってるだけですよね。だから、防弾チョッキであるとか防寒服っていうようなものでも私は全然ありだと思うんですけれども、その初期、物を送りましたよって言った後は、その後は本当にニュースにならないような医療物資なんかが中心になっているので、まあほぼ誰も気づいてないなっていうようなことはちょっと思いますよね。うん。だから人道支援としては日本は別に、なんていうかな、やってないわけじゃないんですよ。ただ、今まさに戦っている最中なので、人道支援っていうのが全く目立たなくなっているっていうのもまた事実なんですよね。日本の報道も全然してくれませんし。NERGVIN さん、ゲパルトは弾丸は足りてるのっていうことですけど、こちらはですね、初期の方だと、まずスイスが、元々の弾薬は作っていたっていうこともあって、そのスイスがですね、いや、戦争してる最中っていう国に対しては、やはり中立性を維持するために、ドイツに、ウクライナに対して弾丸は直接の輸出はできませんという、まあ、お断りをしました。で、その後弾丸が足りてるのか問題っていうのが発生したんですけれども、その後ですね、北欧の国の、防衛産業が、じゃあうちが代わりに作りますよっていうことで、ドイツと、まあ、ある意味協力しながら、ゲパルト用の弾丸は作ってくれたそうです。まあ、初期ロットでは少々、なぜか、弾を詰めてるんだけど、認識してくれなくて撃てないっていう謎の現象が起こったらしいんですけれども、まあ、現在ではその初期ロット以降においては、まあ、改善されて、ゲパルトの弾丸というのは製作できているようです。なので、ほぼ問題はないでしょう。マメッチさんのコメントで、戦車は部隊が進軍する上でも壁として重要ですしね。そうなんですよね。戦車不要論っていうのが初期に出たんですけれども、私はそれは明確な間違いだと思っています。というのも、戦車不要論が出てきた理由っていうのは、まず第一に、現在のウクライナの戦争ではないんですけれども、そこを一旦横に置いておくと、とにかく航空機によるミサイル攻撃、もしくは航空機ですらない地上発射型のミサイルによって、戦車なんてもう全部ぶっ飛ばされてしまうんだから別に戦車なんかなくてもいいじゃないかろうっていうのがあるわけですね。ところが現在のウクライナの戦場っていうのはどうなっているかっていうと、ロシア軍もウクライナ軍も対空兵器っていうのは健在ですと。そのために戦闘機にしてもヘリコプターにしても、どちらにしても空からの攻撃で戦車を全部潰すなんていうことはほぼほぼ不可能な状態になっているわけです。となると、殴り合いをするときに何をするかっていうと、戦車同士の戦いっていうのがどうしても必要になってくるっていうところですよね。で、ロシア軍としては、これまでは陣地にこもっているウクライナ軍を、もう全滅させる勢いで砲撃、そしてロケット弾、こちらは誘導全くしてないようなタイプの無誘導のロケット弾なんかを大量に打ち込むことによって陣地をなんとかゴリゴリと削って、前進してきたわけです。ただしこれはですね、かつてソ連という国はアメリカを相手に戦うことを想定していたので、ものすごい大量の砲弾やロケット弾など、備蓄していたわけです。で、現在の戦争においてはそれをどんどんと倉庫から引き出してっていう形で、一番ひどい時になると、ロシア軍の1日の砲撃数は1万から1万2000発。一方、ウクライナ軍の方は1日2000発から3000発っていうような形で、その砲撃の戦いにおいて6倍近い差が出たっていうこともあったそうです。それによって、この東部戦線のルハンスク州、こちらの方も完全制圧を許してしまったというのがあります。じゃあ現状どうなっているかっていうと、
これはもうチャンネルの動画でも取り上げたんですけれども、ロシアがそうしたロケット弾であるとか砲弾を外部に求めたっていうのは明らかになっています。何しろその相手というのが北朝鮮ということで、ロシアにしてみたらはるかに格下の相手なんですよね。これ一体何を意味しているかっていうと、ロシアとしてもおそらくは本国を守るための最低ラインというのはまず定めていると思います。で、その定めている部分っていうのは手つかずにしようと思っていれば、もうどのくらいで使える量が尽きてしまうかなっていうのが計算できると思います。1日1万バッツずつ、使っているよ。で、ロシア国内で作れるのがどのくらいですよっていうのも、この単純な計算で、このままだと、砲弾が全然ゼロになるなぐらいの勢い、もしくはマイナスになっちゃうぞっていうのが、どこかの日に確実に存在するわけです。で、そういうのを見つつ、北朝鮮に、打診して買えないかなっていう、そういった状況まで追い込まれてるわけですよね。だから、今すぐなくなるわけじゃないんだけれども、確実に、弾薬不足っていうのが、発生しているっていうわけですね。何の話でこの話したかな。いいや。そんなこともありつつ。うん。うん。何の話かこの話をしたか思い出せないので、ちょっと次に行きましょうかね。何しても戦車が必要ですよというお話でございます。よいしょ。で、この戦車が必要ですよっていうお話でいう意味では、この東部戦線の電撃戦というのはまさに戦車が必要とされて、戦車が先頭になって立って戦った、そうした戦いです。で、ロシア側のプロパガンダでここ最近ひどいものが出ていて、この東部戦線の電撃戦において、主力になったのはアメリカ軍が送り込んだ傭兵部隊だなんていうことを言ってる人がいるんですね。これはびっくりですね、私としたら。というのも、ロシア軍の兵士も別に、かかしじゃないんだから、人間がテコテコ歩いてきたら銃で撃つっていう当たり前のことをするわけですよ。ところが、そんなことを全くポーンと頭から飛んでるのか、戦車が来たからこそ、ロシア軍の陣地は蹂躙されて、突破されて、そしてどんどんと逃げていくっていう現象が起こったにもかかわらず、そのアタックの弾は全部パーンと吹っ飛んで、歩兵がなんとこの東部の電撃戦の主役だなんて言ってるんですね。で、これ完全なプロパガンダです。で、何のためのプロパガンダっていうかというと、今ロシア国内で行われている宣伝工作っていうのは、今私たちロシア軍が負けているのはウクライナ軍に負けているのではない。私たちはウクライナの後ろにいる NATO 各国がもう直接的に戦場に入ってきていて、ロシア軍を攻撃しているから、私たちは負けたとしてもちょっと仕方ないかななんていう言い訳をしているわけです。で、そのプロパガンダに基づいて、今ロシア軍っていうのは、アメリカの手先によってやられているんだっていう、いわゆる本当の世界はこうだよみたいな話をですね、YouTube でぶちまけていて、それをそうだそうだなんていう人たちがいて、ちょっとやばいなっていうのを思いますよね。結構日本人でもやっぱり信じやすい人っていうのはいるんですよね。さて、そんな状況なわけですが、プーチン大統領は今何を言ってるかっていうのをちょっとご紹介しましょう。プーチン氏、参謀本部が決めている。ハルキウ州での大敗自身には責任ないとアピール。ロシアのプーチン大統領がウズベキスタンで臨んだ記者会見で、ウクライナ東部ドンバス地方、ドネツク、ルハンスク両州の制圧を目指す方針の堅持を表明したのは、戦況の悪化で動揺する国内の沈静化を図る狙いがあった。プーチン氏は軍部批判を強める強硬派に突き上げを食らう形ともなっている。そして大半の責任については、作戦の進め方は軍参謀本部が決めている。プーチン氏は記者会見で一時はロシアへの併合の準備まで進んでいた東部ハルキウ州でロシア軍が大敗した責任は自身にはないとアピールする発言が目立った。大敗を受け、強硬派の批判は国防省や軍参謀本部に向いている。なんというかですね、言っちゃったかっていう感じですよね。この参謀本部が全部決めているんだから私は何にも責任ありませんよっていうのはですね、いや、その
参謀本部の人選を承認したのはあんたじゃないのっていうところを、まあ、ものすごく忘れてるというか、棚上げしてる発言ですよね。で、強硬派にしてみても、プーチン大統領がそう言うんだったら、軍参謀本部が悪いんだねって言って、そっちを批判するっていう、もうすんごい単純な人たちだなって思っちゃいますよね。大体全体の構想を決めたのがプーチン大統領なんですよね。ドネツク州とルハンスク州、この2つの州、合わせてドンバス州、この2つっていうのが、ロシアにとっては絶対に解放しなければならない場所だと言い出したのはプーチン大統領なんですよね。だから別に軍参謀部がここを落とさねばなんてことを別に言ってるわけじゃないんですよ。それにもかかわらず、自分には責任全然ないですよっていう、なかなかのね、もう、トカゲの尻尾切りっていうのは、まさにこういうことを言うんだなっていう。で、この後、軍の参謀本部だったり、もしくは現地司令部の、いわゆる高級将校たちが、責任を取らされて、更迭されたり、もしくは逮捕されたりっていうのが、行われるんでしょうね。やはり上司がこういう体質だと、その下につく人たちも大変だっていうお話でございます。さて、そんな状況なんですけれども、ドンバス地方の住民とウクライナの解放された地域がロシアの構成主体となることを決定した場合、それらを支持するなんていう、ちょっといまいちピンとこないと思うんですけれども、よいしょ。この今赤くドバーンとなっている地域っていうのがルハンシク州とドネツク州の一部です。で、この一部地域っていうのが、プーチン大統領が何としてもここは我々が、確保するんだって言ってる地域なんですけれども、ウクライナ軍がもう取り返しに来てるっていうのも分かってるので、なんとかここはロシア本国だっていうことにしたいっていうのがプーチン大統領の構想です。で、そのために行おうとしているのが住民投票で、住民が望んだからこの地域の人たちはロシア本国に併合を望んだんだ。住民の求めに応じてロシアはこの地域をウクライナから、国籍変更したんだっていうような形を取りたいと。で、そうすることによってどういうことが起こるかっていうと、ロシア本国にもうこの土地はなったんだから、ここの土地に対してウクライナ軍が攻撃するっていうのは、国家侵略はウクライナ側だという論法を組み立てようとしてるんですね。で、この論法を組み立てるっていうのはどういう意味かっていうと、この実例的なものとして言えるのが、ちょっと、こっちの方かな。今、南部戦線の話でこの地図をちょっと使ったんですけど、この南の部分にクリミア半島があるわけですよね。クリミア半島っていうのはウクライナ領なんだけれども、プーチン大統領がクリミア半島はもうロシアのもんだって言って併合したわけです。だからこそ同じことを他の地域でもやろうとしているわけです。占領した地域っていうのはもう我々ロシア本国のものなんだから、ここにウクライナ軍が攻撃するのは領土侵略だというのを、ドンバス地方でもやりたいというわけですよね。ものすごい論法の作り方ですけれども、これを、真に受けるのはちょっとね、危険というものでしょう。あくまでもこの地域っていうのはロシア軍が、軍事的な侵略を行って占領した地域です。で、軍事的な占領を行ったこの地域での占領統治っていうのは、反ロシア思想、反プーチン思想を持っている人たちに対しては、これを排除するという、占領政策をとっています。だから住民投票を行います。どんなに公正な選挙をしたとしても、必ずロシアが勝つように、持っていくと。でも実際にはそうしたことすらもせず、結果について捏造して、住民投票を行いますよって言った瞬間、もう最初からどのくらいの票数になるか決定した状態で、形だけ投票する。その上で、この土地はもうロシアのもんだよっていうのを言う。そういった、作戦を取ってるわけですね。恐ろしいことでございますが。だからこそ、こんなロシアの暴挙っていうのを許さないためには、話し合いじゃほぼ全く意味がありません。日本だと話し合えばもう何でも解決するんだみたいな話し合い至上主義っていうのがあって、平和主義イコール武力は一切使わずに、もうすべてが議論、すべてがお話し合い、もう何だったら酒を組み交わして話していればすべて解決みたいな、むちゃくちゃなことを言う人がいるんですけれども、現実としては、戦場の敗北、勝敗、
こういったものが積み重なることによって、実際にこの町を管理しているのはどこの国なのかっていうのを変えていかないと、ロシア軍のこの占領政策っていうのをやめるっていうことがさせられないんですね。だからこそ東部戦線においては、ウクライナ軍が電撃作戦でかなりの領土を取り戻したけど、まだまだ奪還しなければいけない地域は広くたくさんあるという状況です。さて、ちょっとお話は変わりまして、ここからはちょっと戦場の話をいたしましょう。こちらは CNN のニュースなんですけれども、ウクライナ軍はロシア軍の戦闘機55機を撃墜したとアメリカ空軍幹部が明らかにしました。こちらのポイントとしては別にウクライナ軍がこれだけやったよっていう話をしているわけじゃなくって、アメリカ軍の関係者がウクライナ軍はこれだけどうやら撃墜したようだというふうに見ていると。どうしてもですね、ウクライナ軍の発表っていうのは戦果を水増し発表しがちになるわけです。これはどうしても仕方ないものだと思っているので、ウクライナ軍が直接言っているものよりは、やはり第三者がこのぐらいは、確認できるだろうって言っているものの方が実数には近いはずです。で、ロシア軍の戦闘機55機撃墜なんですけれども、これ一体何を意味しているかっていうと、まずそもそも論としてウクライナにある対空兵器網っていうのが全然、今も生き残って活動してっていう状態を示しています。例えば初期の攻撃においてロシア軍から攻撃あっても、全部の対空兵器をそもそも潰していないっていう状況があったんですよね。にもかかわらず、戦いを続けるもんだから、ウクライナの空っていうのはロシア軍もウクライナ軍もどっちも対空兵器が健在な状態なので、もう戦闘機もヘリコプターも超低空飛行で、しかも敵兵のところまで行く前に、ちょっと離れたところでミサイルなんかを遠距離攻撃するっていうのがほとんどっていうね、ちょっと異常な状態になってるんですよね。で、この後も対空ミサイル網の提供については NATO 各国から、アメリカ、ドイツが、提供するっていうことを発表しているので、ウクライナ軍のこうした撃墜数っていうのは、今後も、かなり堅調に維持されるだろうっていうね、ことが考えられます。で、ロシア側の方の話としてもう一つ。ロシア軍の将兵不足を埋めるため、士官学校の卒業を前倒しということで、ロシア軍の方としてはですね、志願兵が足りないっていう話をしてるんですけれども、士官学校っていうものがあって、そこに来てる人たちは一応自分で志願してやってきた人たちです。なのでこのような人たちっていうのももう早くさっさと戦場に、もうどんどん出してしまおうっていう状態になっているわけですね。この人たちがどれだけ使い物になるというか、兵士として一人前になってるかは疑問なんですけれども、そういったことはあんまりもう気にしないでしょうね。このあたり私の発言っていうのも、ある意味軍隊の兵士っていうのはしっかりと訓練して戦場に出すべきだっていう、いわゆる現代軍隊の姿であって、今のロシアっていうのはもう明らかに第二次世界大戦のとにかくもう兵士として送り出せばもうそれで兵士だっていう、もう昨日まで農夫だった人もとりあえず戦場に兵士として送り出せみたいな、それぐらいの勢いになってるんですよね。これに関連して言うと、囚人をたくさん今兵士として募集していますよっていうのを動画の中でご紹介しましたけれども、これかなり超法規的措置として正式な手続きは全然踏んでいないよっていうのがロシア側のニュースとして流れていました。特に民間傭兵会社ワグネルが刑務所に行って、これだけの報酬を用意する。6ヶ月間、戦場で働けば君たちは恩赦が与えられるっていう話をして、それをもとにして、囚人を兵士として募集している。これに関して言うと、何ら法律的な、根拠がないっていうのを、いわゆる法律の方の、方から、かなり確認というかね、批判が出たという話があるそうです。基本的には大統領令で恩赦を出すとかしないと、そもそも残りの懲役が、残り刑務所に15年とかいるべき人が半年でいきなり恩赦になるなんていうことは、いや、誰がそれを法的に裏付けしてるのかっていうね。何の
何の裏付けもないのにそんな口から出まかせ言いがってみたいな話が、ロシア側の中でも出ているようです。これはなんでかっていうと、例えば人を3人4人殺しましたよ、それで刑務所に入ってますよっていう人が、戦場に行って半年経ったらもうそれで罪は免れて、いきなりロシア本国で普通の一般人として暮らすなんて、もうそれこそ一般の国民にして恐ろしい話ですからね。現実問題としては、今ハクビさんがコメントされてますけれども、囚人はどんな使われる方をするかっていうと、前線において、いわゆる弾よけであったり、おとりであったり、もしくはもう本当数合わせ的に、もうとにかく前線へ前へって送られるので、ほとんどの兵士になった囚人は、生き残ることはないだろうと言われています。もしくは、最悪生き残ったとしても行方不明処理っていうのが、半年後に待っているかもしれないので、一人も生きて帰ってこない可能性っていうのも十分あるかなと思いますね。このあたりは、日本の様々な法律を守るとか約束事を守るっていう文化とは全く違う世界なので、そこの辺についてはものすごくどす黒い世界が待っているだろうと思います。何しろ、囚人たちに対して募集をかけた民間傭兵会社ワグネルっていうのは、いわば、超法規的集団とでも言えるようなもので、別に法律のそうした裁きを受けるわけではないですからね。戦場で6ヶ月生き残った囚人がその後行方不明処理されてもそれを追及する人は誰もいないだろうっていうところですよね。さて、東部戦線においてですね、ウクライナ軍が電撃的な反攻作戦を成功させ、それによってロシア軍の兵器が損失する、その割合というか、かなり危険な状態に陥っていますよっていうのを一つ。軍事情報サイトが、ある程度情報、特にインターネット上に投稿されたこれが破壊された戦車です、装甲車です、といった写真、動画などを元にして、このぐらいもう吹っ飛んでるよねっていうのを、どんどんと積み重ねて情報としてかなり精査しているんですけれども、ここ最近ですね、ロシア軍の兵器損失数が一気に拡大しているというニュースが出ております。ウクライナ軍も当然戦っているので同じようにして兵器は失うわけなんですけれども、それにしてもロシア軍の方がどんどんとその損失具合が上がってますよと。で、この事情っていうのは東部戦線における電撃戦というのもあって、組織的な抵抗ができなくなった部隊っていうのはやはり格好撃破されやすいんですね、ものすごく。プラスアルファ戦いが長引くことによって、前線にいる兵士の質が下がると、同じ戦車に乗っていてもやはりベテランの兵士が操る戦車と、もうすぐになんとか数合わせでみたいな形で送り込まれた兵士っていうのはやはり弱いんですよね。そういった事情などもあって、兵器の損失数が、一気に上がっているというのが、ニュースになっております。あと、こちらはちょっと取り上げるかどうかは、軽くご紹介しましょう。ロシア軍の占領統治っていうのが、結構無茶苦茶だよっていう話は、ブチャの虐殺でも、象徴されているんですけれども、例えばイジュームっていう町をウクライナ軍が東部戦線で奪還しました。ところがイジュームの町ではもう水道とかガス、電気、そういったものについてインフラがロシア軍との戦闘で破壊された後、ロシア軍自身は全然それらを再建していなかったっていうのもあって、もう本当に自分たちの町として統治していく気があったんかというと、全然ないだろうぐらいな勢いであるんですけれども、その他イジュームでは集団墓地っていうのも発見されていて、かなりの数、拷問の形跡のある人たちっていうのも見つかっていますと。で、それに関連して言うと、そうした人権意識なんてそもそもないぜっていうようなお話を一つご紹介しましょう。ロシア軍の占領したウクライナの町でですね、スリランカの人たちがいましたと。で、この人たちは戦争に巻き込まれるような形で、脱出ができなかったと。で、なんとか脱出しようと思って徒歩でロシア軍の占領地域からウクライナ軍側のいる、地域まで逃れようとしたら、検問で引っかかって、それらの人たちはみんな捕まってしまったと。私たちは別にウクライナ人でも何でもないんだから、もうなんとか話してくれ、自由にしてくれって言っても、そもそもロシア
の人たちは、このスリランカの人たちに別に通訳を介することも一切なく、言うことを聞け、金を出せ、っていうような形でボコボコにして、中には拷問されて爪を剥がされてっていうような人たちもいて、かなり辛い生活を送っていたと。ただしこの人たちは軍人じゃなかったっていうこともあって、そこはさすがに認められて、強制労働を現地でさせられていたと。で、なんとか、この東部戦線でウクライナ軍が奪還したことによってこの人たちは救われたというようなことが起こっております。だから本当この人たちはもう本当にもう何にも関係ないんだけど、なんかもう周りがすんごいことになってて、そこに巻き込まれた人たちなんですけど、でもこうした巻き込まれた人たちをどう扱うかっていうのを見れば、ロシア軍の日常のこうした占領地域における拷問っていうのが別に珍しくもなんともないよっていう、そうした異常な状態だったっていうのを一つ表している出来事だと思います。さて、そんなことでですね、だんだんと今季節は進んできているわけなんですけれども、このロシア、ウクライナ、この地域において、最も戦争する上で強大な敵は何かっていうと、やっぱりこれはもう歴史上有名な冬将軍、自然の猛威っていうのが一番恐ろしいものとして言われています。で、ウクライナの、こちら報道なんですけれども、カルパティア山脈では悪天候が猛威を振るっています。雪は膝の高さでしたっていう、ニュースが出ているんですけれども、こちらですね、今日のウクライナの首都キーウの気温は何度ですかって、Google に、検索をかけたら、11度ですよと。寒いなっていう。で、このニュースにあったカルパティア山脈っていうのはウクライナ南部で北じゃないんですよ。もう南の方の山脈なんで。でもそんなところでももう高い山では雪が降り始めたっていうこともあって。で、平地の首都キーウであってももう11度ですよっていうこともあって寒いなっていう状態になってます。で、この後ですね、ウクライナの戦場っていうのは、秋はこの後ちょっと凍るほどではないんだけれども、ぬかるむぐらいのちょっとドロドロのデイネイ期っていうのに入って、なかなか戦場でもう自由に動き回るっていうのがちょっと難しくなってくると。で、冬になったら、もちろんそこからさらにマイナス、何度っていう状態がもう朝だろうと昼だろうと関係なくやってくる、いわゆる冬将軍の猛威の時期になってくるわけです。で、冬になってくるとどうしてもやっぱり人間が戦う以上、そんなに活発に活動はできないし、そして重たい兵器、戦車や装甲車なんかが、沼にみたいなところに泥にはまって動けなくなるっていうことも、どんどん発生してくるので、冬になると戦線は膠着せざるを得ないだろうと、ちょっと言われているんですね。そうした意味では、雪が降り始めましたよっていうニュースは今後ものすごく注目しなければならないところです。で、冬の間っていうのはそうした意味では電撃戦というのはなかなか難しいので、冬の間っていうのは本当に地道にお互いの遠距離攻撃を打ち合って、じわっと動くぐらいのちょっと、いわゆる膠着状態が何ヶ月かはちょっと続くことになるかなと思います。そうした意味では、年内で終わるってことはちょっとほぼ不可能だなと思うので、例えばここ最近だとスペインが軍事支援を行いますよって言って榴弾砲を送ったりなんかもしてるんですけども、その時にですね、もう冬服を3万着を送りますよっていうのがあって、そうか、もう冬服をどんどんと集めないといけない時期なんだなっていう、そういった時期に入ってるんですよね。池田真一さん、ヒトラーも冬将軍には勝てなかった、疑問形ってことですけれども。歴史上で言うとヒトラーもナポレオンもなんですけれども、なんとかロシアを倒そうとした時に立ちはだかる最大の障害はロシア軍じゃなくて冬将軍だったっていうのは、歴史上繰り返されていることなんですよね。だからこそ、このウクライナの戦場においても冬になれば冬将軍がやってきて、この猛烈な凍てつく大地で戦うっていうことが、両方にとって厳しくなるだろうというところですね。ただし、これは別に両方にとっても厳しい状態なので、冬でも戦える軍隊をどれだけ養成するかっていう、本当に非常に難しい難題を抱えることになると思いますね。
そうした意味では、ソ連時代におけるウクライナ軍っていうのはまさに対ドイツ戦、第二次世界大戦の対ドイツ戦としては、冬には非常に強い軍隊だったので、この今年の冬、ウクライナ軍が冬攻勢をできるかどうかっていうのは、ちょっと注目ポイントですよね。ルノンさんの書き込みで、一旦リセットになるのはロシアに有利なのかな、冬っていうことですけど。これは有利かなっていうふうに思いますね、私は。ロシアとしては今特に東部戦線で大きく領土を奪われて、守備陣地っていうのが構築できてないんですよね。陣地がなければ、やはりそこは、地上の兵力で、直接戦闘しなければならない状態ですから、これを一旦リセットして陣地を掘って、塹壕を掘って、そして、コンクリートでガッチガチに固めてみたいなことをしたら、やはりそうそう簡単にウクライナ軍も戦線を突破することはできないので、ロシアとしては、奪われないぞ、この占領している地域は私たちのものだぞっていうのをいわば実効支配する期間が長くなるんですよね。そうした意味では冬将軍っていうのはロシアに味方する可能性がちょっとあると。そうですね。水雷長さん、冬の装備がなかったから。そうなんですよ。ナポレオンもヒトラーも冬の本格的な到来を前にして、モスクワを落としてしまおうって、ある意味、ちょっとね、思っちゃったんですね。一部の人たちはもちろん、いや、さすがにそれは無理だろうと思っていたんでしょうけど、結局トップの人がその危機意識がないっていうのが、ナポレオンもヒトラーも、同じ失敗を繰り返してしまったというところですよね。ミノル・イソベさんの書き込みで、取られた領土を全部取り返したとして、ウクライナ軍はそこで矛を収められるんでしょうか。恨み、骨髄でしょうか。逆侵攻となるとした外国の援助の名分が立ちませんよね。そうですね。単純に今、ウクライナがやろうとしていることっていうのは、ロシア本国に攻め入ろうっていう話ではなくて、ロシア軍がウクライナ領に入ってきて占領しているから、これを撃退するため、皆さんご協力をお願いしますっていう形にしているんですよね。だからこそ、援助する側も、それだったら助けようと、非常に言いやすいわけです。じゃあ、その後ですね、今、ウクライナに入っているロシア軍を全部撃退することが終わりましたってなった後に、ウクライナはそこで終戦できるかっていうと、基本的には終戦できるはずです。で、なんでそういうことが言えるかっていうと、その段階においては、もうウクライナ軍はもう自分の国を守るだけの戦力があるっていう状態なので、ある意味ロシアを恐れない状態になるわけですよね。じゃあ、その後一体何を目指すかっていうと、NATO 入りを本格的に目指すことになります。で、そうなると NATO 入りをした後においては、もう自分から、ロシア本国側に攻め入るっていうことは基本的にできなくなるわけです。集団安全保障体制のもとにおいて、どこかの国に攻め入るなんていうことは、ほぼほぼ自殺行為になるので、そうなると、ウクライナとしては、もう自国領全部取り戻したよってなった後は、もう自国の守りをがっちり固めて、経済的には EU と加盟して、そして軍事的においても NATO への加盟を目指して、一歩ずつ進んでいけば、ある意味集団安全保障体制に入れば、軍備をある程度解除しつつ、いわゆる経済活動、重視の方向へと舵が切れると。ただしそれはものすごい時間かかる話なので、今はそこまで気にしなくてもいいかなとは思いますよね。うん。うん。ハクビさん、全軍撤退の時までプーチンさんはトップでいられるかな。これには2つのパターンがありますよね。プーチン大統領が始めたんだからもう自分で撤退を言い出すっていうパターンが1で、もう一つは
別の人に交代したからもうプーチンがやっていたことっていうのは撤回する。新しい大統領になった私が撤退命令を出したんだっていう、いわゆる代が変わったことによって政策変更がされるパターンですよね。確率としては、2番の方が、まあ基本的には期待したいところですよね。プーチン大統領は自分自身ではまだこれが戦争を出すとすら言ってない状態で特別軍事作戦だっていう言ってるので、でも実際のところボッコボコにもう戦場においてはロシア軍兵士たちはもう亡くなってるわけなんでね、この状態で引っ込みをつかせるっていうのはちょっと難しいんじゃないかなと思いますね。マキさん、ロシアもウクライナもこれからは冬将軍とも戦う必要がありますし、一般庶民が耐えられるかなっていうことですけど、まあ、ひどい話ですけれども、両方の国民にとってはもう冬将軍は毎年来るものなので、ある意味、耐えられるか耐えられないかではなく、耐えるしかないっていうところですよね。まあ、ただしですね、このウクライナ全土っていう意味で言うと、戦場になっているのは東部と南部のこの2つの地域だけで、逆に言えばそれ以外の地域においては特にインフラが破壊されているわけではないので、これらの地域へと避難することさえできれば、少なくともウクライナの国民の人たちが寒さでっていうのはある程度防げるのかなと思いますけどね。特にウクライナっていうのは、この西部地域では特に激しい戦火に見舞われているわけではないので、音楽イベントであったり、演劇であったり、映画であったり、そうしたいわゆる普通の生活っていうのも特に問題なく遅れてるんですよね。スーパーマーケットは普通に開いているし、インターネットだって別に常時接続された状態で全く問題ないですし、だから何か見たいものがあれば、それこそネットフリックスで映画を見ることだってできるわけですし、YouTube で私たちの動画とかも見るのと全く同じ生活はできるわけなんですよね。もうなんだったらオデーサはロシア軍からの攻撃も激しく受けたりしましたけれども、夏のシーズンにおいてはそれでも砂浜で閉鎖されてるんだけど海水浴とかしてる人たちいましたからね。だから戦争のある日常っていうのがウクライナにとってもちょっと普通になった状態なので、なんていうかな、第二次世界大戦時の敗戦近くの日本をイメージしてしまうとちょっと状況はイメージと異なるかなっていうところですよね。高一郎翔太さん、それはもうないですよ。ないですよ。池田真さん、国連組織より常任理事国が上で収められないのかな。それは結局今の仕組み上できないんですよね。常任理事国に拒否権が与えられている以上、今の仕組み上においては、ちょっとできないんですよね、それが。だからこそよくあるのが、この常任理事国からの、なんていうかな、そうした拒否権について何か制約を課さない限り不可能だっていう、いわゆる国連改革したいんだけど、国連改革しようとしても、結局常任理事国が拒否するから絶対できないっていうね、この仕組み上不可能っていう。だからといって新しい国連を作ろうってなったら、じゃあ全部そっちの方にみんなが入るかっていうとそうでもないっていうところで。だからやった方がいいのは、正しいんだけれども、現実問題うまくいかないっていう。第三次世界大戦が起こって、戦勝国クラブっていうのが新しく作られて、新しい国連って、もう一台代が進まない限りは、ほぼ不可能だろうと言われていますね、そこは。だから理想と現実の間にかなりの差があるっていう状態ですね。吉田育子さん、プーチンさんは終わりが見えてるんじゃないかな。これは、なんだろうな。なかなか難しいとこですよね。例えば日本の中では、プーチン大統領に対する反乱が起こるんじゃないかっていう人とかもいるんですけど、私はものすごくそこに対しては、いや、そんな状態じゃないだろうって思っちゃうんですよね。結局、プーチン大統領っていうのはロシア国内においては、なんだかんだ言ってうまく自分の地位を維持するだろうと思ってます。少なくとも今の戦場っていうのはウクライナ本国っていうところで抑えられていると。決してロシア本国側が戦場になっているわけじゃないんですよね。例えば
東部戦線においてウクライナ軍が電撃的な、領土奪還を大きく成功させましたってなった後、じゃあその部隊がロシア本国側に入って、例えばクルスクまで侵入するかっていうとそうじゃないんですよね。ベルゴロドっていう町があるんですけれども、この町っていうのが、よいしょ。北から南へ、ハルキウ州へと入る、ものすごい一大拠点として、ロシア軍にとっては重要な町だと。で、もしも、このベルゴロド、さらにはその次のクルスクまで侵攻して、ここ干渉地帯として、ウクライナ軍が制御しようっていう風な話になったら、今度はですね、ロシア本国側の国民感情として、ウクライナ軍が攻めてきたぞっていうことで、いわゆるプーチン大統領に対する求心力がちょっと生まれちゃうんですよね。国が攻められているんだから国を守らねばっていう気持ちで、なんていうかな、プーチン大統領の権力基盤が強化されてしまうっていう、この歯がゆい状況が生まれてしまうので、なかなかうまくいかないんですよね、そこは。だからこそウクライナは、こうした越境攻撃っていうのは、なるべく表立ってはしないし、部隊もロシア側に入って、ロシアの街を占領しようっていう動きはしないわけです。このあたり気をつけながら、あくまでも攻め込んできたロシア軍を撃退するっていうところだけに、今は留めてるわけですね。で、その時にどうしても避けて通れないのが、このクリミア半島で、ロシア側としてはクリミア半島っていうのはもう併合したんだから、ここはロシア本国扱いだって言い張るし、でも国際社会としては、いや、それ勝手に奪ったもんだろうっていうことで認めていない。だからウクライナがクリミア半島を奪還するのは当然の権利だっていう、ここの意見の違いっていうのが、実際戦場になった時にどういうふうな、プーチン大統領が判断するかはわからないところですよね。ヘルソン州、ザポリージャ州、そしてドネツク州、ルハンスク州、これらの州をすべてウクライナ軍が奪還して、さあ、クリミア半島奪還だっていう動いて、戦場がここまで動いてきたときに、プーチン大統領が、ウクライナ軍が我が国を侵略してきたんだ、ここは祖国防衛戦だって言い出すかどうかですね。その論法で言うと、ロシア国民はかえって団結して、なかなか権力基盤を崩せなくなるかもしれないというわけでございます。ここちょっとめんどくさい話なんですけれども、そういうロシア側の論理っていうのもちょっと注意ですよね。だから戦争が長引くことによって、ロシア国民はきっと厭戦、もう戦争なんかやめてくれっていう意見が大きくなるだろうという見立てもあるんですけれども、逆の方で戦争が長引くことによって最終的にはそうした大祖国防衛戦争だ論っていうのを政府が打ってきて、それに国民が乗せられる可能性っていうのもちょっと十分あるっていうわけですね。よいしょ。さて、他には何かあったかな。ちょっと少し古いニュースにはもうなってしまってるんですけれども、アメリカの軍事支援についても少し言っておきましょうか。アメリカの軍事支援というのは定期的にコツコツという具合にして、積み重なっているもんで、ニュースになることがなかなか少ないんですけれども、ウクライナ軍を支えている一番の、大黒柱がアメリカですよと。で、ここ最近はですね、ただし弾薬の補給っていうのがちょっとメインになってきていて、ハイマースのような、精密誘導ロケット弾っていうのがですね、アメリカ本国においてもちょっと生産間に合わなくなってるっていう問題が生まれているぐらいでして、保管しているものが減ってくるぞっていうね、そういった状況に陥りつつあります。同じくですね、今、ウクライナで砲撃戦激しく行われているわけですけれども、こちらもですね、砲弾をどんどんと送っているんですけれども、砲弾を使うイコール、その榴弾砲の方針の部分も、やっぱり方針寿命っていうのが来るので、どんどんと交換しなければならないっていう事情があって、そこもどんどんと交換用の方針も作らなきゃいけないし、砲弾も作らなきゃいけないっていうことで、大量に送っていることもあって、今、世界各国でですね、自分の国の砲弾も何とかしなければ、確保しなければ、数を増やさなければっていうようなことが起こっております。
というわけで、ちょっと最後に日本の話もしておきましょう。こちら日経新聞の記事でございます。自衛隊の火薬量産へ国が工場建設、弾薬不足に備え。日本の武器っていうのはまあいろいろあるわけですけれども、残念ながらですね、長期の戦闘を行うという前提での弾薬備蓄っていうのがこれまではされてきませんでした。で、この問題っていうのはもう随分昔から言われ続けているんですけども、それでも解決されてこなかった問題です。で、それはなぜかっていうと、弾薬庫っていうのを作れば当然のようにその維持管理っていうのが必要になります。で、土地も買わなければならないし、施設も、管理しなければならないし、そこにも人を当てなければならないっていう具合にして、いわゆる固定費が上がるんですよね。で、固定費が上がるのが何が問題かっていうと、予算の総額っていうのが5兆円ちょっとですよっていう状態が、10年、20年と続いているので、固定費が上がると、その日々の装備更新であるとか、日々の自衛隊の訓練に充てる費用とかがどんどんと圧迫されていくわけです。まあだからこそ武器弾薬を備蓄量を増やそうっていうのは、維持固定費が上がるじゃないか、それを減った分どうすんじゃっていうようなところで突っ込みを受けるので、必要最低限度の弾薬庫しか作ってないっていう、まあそういった状況に陥ってるんですね。でも、今私たちが見ている戦争っていうのはもうまさに半年以上もうひたすら戦い続けている状態なので、今の日本の状態で言うと明らかに弾薬全然足りないよねっていうのを、まあ、意識せざるを得ないわけです。まあそうした中で、一応岸田政権としては必要なところには必要な予算をちゃんと当てましょうという話をしている関係でこうした弾薬不足についても解消するためのいわゆる生産能力側の充実に手を打ってきたというニュースであります。まあただしですね、対ロシア戦という意味においては北海道を中心として戦車部隊があって、それに武器弾薬庫もまあやっぱり北海道の方が主力になっていたりするんですよね。もちろん北の脅威という意味ではロシアはもちろん脅威なんですけれども、私たち日本にとってはどちらかというと南方戦線の対中国を見据えての準備っていうのが、まあやっぱり今は重要な時期なので、まあ生産するっていうのも大事、プラスアルファ、弾薬庫っていうのもやっぱり九州とか、まあ四国とかにちょっと作らないといけないんじゃないっていうところなんですよね。まあでも少なくともほんのちょっとでも改善してるっていうのは悪いことではありません。まあどうしてもね、一挙に全ての問題を解決っていうのが一番いいんですけれども、なかなかそうはいかないんですよね。まあただしこういった0から1を生み出す、まあ一歩っていうのを別に評価しないっていうわけではないのでね、そこは難しいところです。ひらがなかいじさんのコメント。日本の兵器は西側規格ですよねっていうことです。そうですね。日本の兵器っていうのは基本的には NATO 規格と標準、標準をかなり合わせていますね。まあ決して日本の兵器っていうのはロシア側の規格とは違いますね。はい。まあ、例えば F35 っていう戦闘機がありますけど、あれはまさにアメリカから購入したものですけれども、あれがロシア製の兵器だと思う人は誰もいないでしょう。まあ、それと同じようにして、日本の使っている自衛隊の兵器っていうのは、まあ、基本的にはアメリカやイギリス、いわゆる NATO 加盟各国とある程度共通の規格を使っているものが多いですね。水雷長さん、米軍の弾薬を当てにしているのでは。まあそれもあると思います。ただし、それの当てを許すっていうのがまあ基本的にはやらない方がいいことですよね。だって当てにしているというのが何か条文でちゃんと書いてあればいいですけれども、実際の戦闘になったとしてアメリカ軍自身も弾薬を使うんだったら、いや自分の使うものを自分で用意してよって思うのはまあとっても当たり前の感覚なので、まあ特に対中国ということを考えて、まあ日本が戦争に巻き込まれるんだったら、アメリカはアメリカできっと使ってるはずなので、なかなかそういう風にして日本に回す余裕があるのかはちょっと疑問ですよね。まあ少なくともトランプ大統領にしてもバイデン大統領にしても同じことなんですけれども、日本の防備は日本でなんとかやれないのっていうのはまあ常々言ってることなのでね。
まあ今までは日米同盟っていうのがあって、この同盟上においてアメリカを頼りにするのはいいけど、だからといって全部おんぶに抱っこだったら、それはまあなんていうか日本は甘えすぎだよっていう話になりますよね。というわけでちょっと産経新聞の記事で、内閣支持率急落も自民支持率は、微増。岸田首相は運がいいという記事が出ております。内閣支持率っていうのを世論調査で見ると確実にまあ減少傾向になって、減少っていうのか下落傾向を示しています。まあここ最近だと旧統一教会問題があって、特定の宗教に対する優遇措置みたいなのをやっていたんじゃないのっていうところから統一教会との関係が問題視されて、その関係をちゃんと断ち切ることができるんですかっていう話になった時に、岸田首相はできますよとは言いましたけれど、本当にできるのっていうところが、まあ、かなり怪しい状態なわけです。というのも各国会議員なんかで言うと、まあそうした明言をしていない人たちっていうのも結構いて、この人たち、旧統一教会との関係がなければ、もしかしたら自分は国会議員として当選できないかもしれないっていう話も、まあ結構ポロッと言ったりなんかもしてるんですね。まあそういったところから結局自民党全体への不信感っていうのを生み出して、まあそれが今の岸田政権に対するまあ下落要因としてまあかなり効いてきていると。まあただし、それによって政権が転覆するほどかって言われるとそうでもないっていう問題はまああるんですよね。まあ、例えば物価高の問題にしても、岸田政権の政策によって、じゃあ物価高になってるかっていうと、そういうわけじゃなくって、まあ戦争の影響でエネルギー価格の上昇がありました。その前は中国の問題、中国の問題って言えばいいのかな。新型コロナの問題で世界各国の流通にものすごい負担がかかって、まあ物流価格の上昇っていうのもあったんですよね。で、それに加えてエネルギー価格の上昇で、もう海外から物を買うのちょっと高いなって言ってるところに今度は金融政策上の問題で、アメリカでは今インフレが進んでいて、利上げをすることによってこのインフレ状態をなんとか抑えようっていう金融政策をとっています。で、日本の金融政策っていうのはゼロ金利政策っていうのを維持しているので、アメリカが金利をどんどん上げますよってなった時に、日本はゼロ金利ですよってなると、日本でお金を運用するよりも、アメリカで例えば国債ガッチガチのは、まあ安全資産の一つなわけです。アメリカの国債は例えばまあ金利が 3% ですよ、4% ですよ、5% ですよって、まあ、どんどん上げていったら、日本でゼロ金利で、なんかリスクを取って金融商品何か運用するよりも、アメリカに戻して、アメリカの国債買って、それでまあ、配当もらった方が絶対安全なわけですよ。まあ、なんだかんだ言って先進各国の国債っていうのは、金利さえ高ければ十分な金融商品として、まあ魅力的なので、で、しかも先進国の国債っていうのは、まあ、ほぼほぼ、まあ、クラッシュしないんですよね。うん。孝一郎さん、FX で儲ければいいのよ。円安傾向がどこまで続くかっていう話で言うと、円安傾向の時に、どっちか片方に極端に流れている時っていうのは FX っていうのはまあ稼ぎを最大化する手法ではあるんですよ。ただしそれは国民全員になんていうか当てはまる話ではないので、FX 取引をいわゆる基本的にちゃんと基礎を分かっていて、今がこの傾向だったらいけるなっていうのが分かっている人はまあそれでいいんですけれども、国民全体の政策としては、よし、国民みんなで FX をやろうなんて言ったら、なんだこいつって話になってしまうので、まあそれはちょっと政権としてはできる話ではないですよね。だから基本的に日本が取るべき政策っていうのは、円安になったら円安の時に役に立つ、いわゆる国内の製造業を輸出型にまあ作るために、例えば海外にある工場を戻してくださいねっていう政策。例えば中国にある生産工場をなんとか日本に戻してくださいねっていうところにまあ補助金をつけて日本に戻すであるとか、例えば台湾の TSMC の工場が熊本工場っていうのがまあこれから立ち上がるんですけれども、いっそのこと
アメリカのアップルに対して、今中国にある製造工場っていうのを日本に建ててもらって、で、日本で、台湾の TSMC の、最新工場もどうせなら作ってもらって、日本で iPhone を作ってもらった方がいいんじゃね？そこから、海外輸出すれば円安っていうことが回ってものすごい利益出ますよとかね。そういったいわゆる製造業、特に日本企業だけではなく、海外の企業に対しても、日本に持ってくるっていうようなパターンがありますからね。で、第2の政策としては、いわゆる円安だったら観光政策は絶対に有利ですよっていうのがあるので、いわゆる製造業の輸出だけではなくって、海外の人が円を買って、そして日本に旅行するっていうのが、これが一つ、手としてはいいんですね。ただし、この時ですね、日本の観光政策の一番の問題っていうのは、観光客数っていうのを、目標に掲げているのが一番の問題です。今は中国からの旅行客っていうのはかなり新型コロナの問題もあって抑制されているんですけれども、少なくとも新型コロナの前の時の観光政策っていうのはとにかく数だっていうのを言っていて、そのために中国と韓国からやってくる観光客数がもうべらぼうに高い割合っていうね、非常に悪い状態だったんですよね。今回の円安を生かすんだったら、なんといってもドルが世界で一番今強い状態なので、なんとかアメリカからっていうところから観光客を引っ張ってくるっていうのが大事です。数じゃないんです。そうなんですよ。孫京さん書いてますけど、観光客は数をいっぱいではなくって、どれだけ有料なお客さんに来てもらうかっていうのが大事なんですよね。そうした意味では、東南アジア各国もどんどんと所得が伸びていて、日本よりもお金持ちはいっぱい増えてますよっていうニュースも、日常的に残念ながら見るようになってきました。そういったこともあってね、アメリカだけではなくヨーロッパ、そして東南アジア、世界各国そうなんですけど、今、円っていうのが他の国々から比べると魅力的な状態なので、観光業っていうのはより高い所得を持った人たちを呼び込む、そうした方策に持っていくべきだよね。数だけを追っていても日本で観光公開が起こってしまうという、これは一番問題です。だからね、岸田政権もそうしたことをやればいいけれど、検討で、しかも今新型コロナ問題があって観光客数の制限を緩和するとは言っているんだけれども、どうもそのあたりね、煮え切らない政策をとってますよね。鹿児島ツッキーさんのコメントで、徳和からは来てほしくないなっていうところですけど、私は徳和から来てほしくないなと思ってるわけではなくて、徳和から低所得者層の人ばっかりを数を合わせるために呼ぶのはダメだっていう話をしてるんですね。例えば私も、今は会社辞めてますけど、会社で研修でいわゆる都会のホテルとか泊まると、居合わせた人たちがみんな中国人で、おっと、なんて、私だけしか日本人いないのかみたいな、光景見たんですけど、やっぱりお金持ちの中国人とお金持ちじゃない中国人のその所作っていうのは全然違うんだなとは、ちょっと思うので、例えばですね、もう全然お金がないよっていう人たちは、やっぱりどうしても、なんていうかな、声がでかすぎるっていう、声がでかすぎるって、そこだけをピンポイントに取り上げるのどうかなと思うんですけれども、やっぱり、極端な行動を取りやすいかどうかで言うと、所得が高い人たちの方が、基本的には教育レベルも高いだろうし、いわゆる犯罪を犯す確率もはるかに低いっていうこともあって、だからね、そういった意味では、制限をかける中国や韓国に対しては、いわゆるビザなしの観光っていうのもちょっとね、その優遇を取っ払って、ある程度、ビザを取る、その段階によってどのくらいの所得なんですかっていうのを、ある程度ちょっと規制かけた方がいいとは私は思うんですけどね。特に韓国側に対しては、ここ最近はそうなんですけれども、ノービザ優遇っていうのを維持した状態で観光客のこの交流っていうのを、再開しようっていう動きが政府側にあって、私としては特に韓国側に対しては政治的な問題がある以上、このノービザでの観光っていうのも許可すべきじゃないと思ってる方です。ちょっと古くなってしまいましたけれども、韓国海軍のレーダー照射事件っていうのがあったんですけれども、その時も
まあいろんな資料が出てきたんですが、結局のところ韓国側は、あれは日本の自衛隊なんだからやってもいいわっていうようなスタンスで、まあレーダー照射を行ったっていうのが、まあその後明らかになってるんですよね。そういったことをやってるのは明らかに政治上において日本に対してはこんなひどいことをやっても構わないっていう考え方があるから、まあそういった行動に出てるわけです。だから、そういった政治的な問題、竹島の問題、もしくは韓国国内における反日教育が今も政治主導で行われている問題、そういったものが様々たくさんあって、しかもそれが新型コロナの問題があったからなんかうやむやになったように見えるけど、何にも問題の本質は変わらないまま、まあ時間が過ぎているので、それにもかかわらず、何にもそうした問題に対して対応していないにもかかわらず、以前と同じようにノービザでどんどんと韓国から人がやってくる。これを許すっていうのはやっぱり、私はちょっと政策の基本が違うなと思いますね。特に私自身は人の移動っていう部分に関して言うと、まあ、格安航空っていうのが世界中で様々な旅行会社や、まあ、旅客機のそうした会社っていうのを生み出したので、人の移動に対しては、もう特に近ければいいっていう感覚ではなくなってきています。アメリカから日本に来るのもそうですし、ヨーロッパから来るのもそうです。そして東南アジアからやってくるのも全然、まあ今までよりも安い値段で旅行できる人たちっていうのがたくさん出ている中において、近い国を何か優遇するような政策っていうのは私はすべきじゃないと思いますね。もっといろんな国、世界中の国々に目を向けて、日本にやってきたんだったら、これは本当にもう心から楽しもうっていう、いわゆる日本に対するリスペクトがある人たちをなんとか招く、そっちの方向で考えをしてほしいですよね。よいしょ。うん。鹿児島ツッキーさん。うやむやにされてますよね。そうなんですよね。ここ最近私が韓国の話題を動画にしてないっていうのは別に韓国がおとなしくなったからとか、韓国が問題を解決したからではないんですよね。ウクライナの侵略っていうの、ウクライナに対するロシアの侵略っていうのは、構造上、国連常任理事国が自ら国家侵略を行い、それを正当化し、そして核戦力をまあ、NATO 各国に対して抑止力として聞かせているという、まあ、非常に歴史的に見ても重要な出来事が起こっているから、まあ、これを今どうなっているかっていうのを、まあ、どんどんと動画にしているだけであって、韓国の問題点は何一つ改善してないんですよ。大統領が変わって少しは良くなるのかっていうのを、まあ、注意深く見ていかないといけないんですけれども、今のところ何か変わった様子っていうのは全然ないですよと。例えば、ここ最近で言うと、岸田首相が国連の開催するにあたって、まあそこで演説をしようということで、まあアメリカに行きましたと。で、その時に韓国側としては、いや、日韓首脳会談が決まったかのような話をしていました。まあところがですね、そんな事実はないよっていう日本政府側から話が出てきて、また韓国の、なんていうか、願望を述べているだけで、そうした、まあ、国内向けアピールを始めたのかっていうのを見ると、以前の大統領と何も変わってないなっていうのをちょっと見るんですよね。こちらは中央日報なんですけれども。まあそういった意味では韓国の問題っていうのは別に動画にしてないけれども問題としては確実に存在するんだけれども、まああくまでも優先順位が下がったからまあ動画にしてないっていうだけなので、この問題はね、やっぱり問題であることそれ自体は変わってないよっていうね。僕はやっぱ押さえておかないと、何か言ってないから、取り上げてないからなんか問題が解決したのかというふうに言われるのはちょっと違うんですよね、そこ。うん。まあだから今回、日韓首脳会談は、まあ基本的に予定が組まれていないので、ないとは思うんですよ。ないとは思うんですけれども、例えば立ち話をするとか、まあそういった場面はあるかもしれません。でも日本側としてはそれは会談ではないですよ。でも韓国側では、なんか、岸田首相が、まあ、韓国の大統領に非常に礼を尽くして、なんかいろいろ話をしてくれたみたいな形で、ものすごいモリ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 って、まあ、水増しする可能性とかもあるのね。まあ、ちょっと怖い話ですけれども、十分あり得るところで、怖いところですわ。うん。
今はロシアより中国ではなくって、今のロシアの問題があるから中国を警戒しなければならないっていう順番ですよね。例えば今のロシアによるウクライナ侵略っていうのがロシア側にとって望ましい形で終わってしまうと、それはそのまま中国がそれを見て、なるほどな、こういう風な展開になるのかっていう、ある意味リスクを計算しながら次の行動をしやすくなっちゃうんですよね。例えば、日本国内の特に左側と呼ばれるような人たちっていうのは、戦争状態が長く続いてしまうと、ウクライナの国民に多くの死者が出てしまうと。戦うからこんな風に亡くなる人がいるんだから、さっさと停戦すべきだという人たちがいます。で、今停戦すると何が起こるかっていうと、ロシアが軍事占領している場所がいわゆる既成事実化するわけです。ヘルソン州、ザポリージャ州、ドネツク州、ルハンスク州、そしてクリミア半島、これらの場所にロシア軍が居座る形で停戦、一旦戦いが終わってしまうわけです。で、そうなってしまうと、今回の生放送でも言いましたけれども、ロシアの占領政策として反プーチン、反ロシアの人たちを排除する形で住民投票を行って、住民投票の結果として現地住民はみんなロシア本国と併合されることを望んでいますよ。はい、それじゃあプーチン大統領が、よし、みんなが求めているんだったらそれは仕方ないなって言って、今先ほど挙げたウクライナ領土を全部ロシア本国として併合するっていうことが起こっちゃうわけです。で、それは何を意味しているかというと、なんだ侵略して軍事占領して他の国の言うことを一切無視して、その後停戦すれば領土を奪えるのかっていうことを一つ確定させてしまうわけです。それを見て中国が、よし、じゃあ私たちにしてみれば台湾っていうのはもう自分たちの国内問題なんだから、これを攻めて占領して、軍事占領して、他の国々に対して、これは内政干渉になるんだから他の国に手を出すなっていうことを言ったとしても、自分たちではロシアがやったことと何も変わらないんですけど、何かっていうようなことを言ってしまうわけですね。だからこそロシアのウクライナ侵略っていうのは何とかして、ロシアにとって望まないような形で終結をさせないといけないんですよね。で、それを見ながら私たちは、なるほど。今、ウクライナっていうのが戦場になっているんだけど、今度は台湾であり、台湾有事が発生すれば、それは日本の有事でもあるんだから、備えなければならないなっていう、いわゆる段階論があるわけですよね。遠い場所で起こっていることであっても、今の地球っていうのは非常にみんながつながっているんだから、すべては日本に対しても、この影響っていうのを注意深く見ながら日本の中を変えていかなければならないっていう話へとつながってくるわけです。だから、ウクライナの侵略っていうのをどんどんと取り上げるっていうのは、結局のところ日本のことも考えることにつながるんですよね。決して遠い出来事ではなくって、物理的に遠くても私たちはもうつながっているんだよっていう、この感覚を持つことが重要だなと思っております。ハクビさんの書かれていることで、だからこそウクライナ軍はチョコ材なロシアを全部ウクライナから押し出してほしい。まさに私もそのような思いです。だからですね、ちょっと、勘違いさせてしまった部分はあるかもしれないんですけれども、私は別に、なんていうかな、すべて中立というようなスタンスを取っているわけではありません。私の動画を見て、中立的だなと言われる方はおられるんですけれども、少なくとも私は、ウクライナ側に立っている、基本的なスタンスですよ。決してロシア側のスタンスに立っているいないですからね。もうむしろ完全にその敵対関係と言ってもいいでしょう。ロシア側のそのプロパガンダで言うと、例えば、ウクライナの人たちに対して、プーチン大統領側は、これらは全部、ナチスの協力者、ナチス政権とナチスの政権に対する協力者。だから、これらの人たちは排除していいんだっていう、意見を言ってるわけです。こんなのに対してちょっと中立はほとんど不可能なんですよね。もう言ってることむちゃくちゃすぎるだろうっていうところで。で、そのプロパガンダに基づいて様々なことも言っているので、これに対して中立を守るっていうのはちょっとほとんど不可能ですよね。マー君さんのコメント。インドの立ち位置が一番利口かも。インドにしてもそうなんですけれども、それぞれの国は常に自分の国の国益を第一に考えているので、その中において、いわゆる、うまく、その自分の利益を取る。どうしてもそうしたことは起こるんですよね。漁夫の利と呼ばれるようなもので。
ただこの場合だと私はインドよりも中国の方が今、立ち位置としては利口なところを取ってるかなとは思うんですけどね。結局のところ、これまで何回か解説を行ってきましたけれども、ロシアがそこそこ弱ってくれて、なんていうかな、力を失った方が中国としてはコントロールしやすい相手になるので、今のままだと、中国が一人勝ちみたいな感じになっちゃうんですよね。例えば、ロシアの隣国でカザフスタンという国を、以前紹介したんですけれども、カザフスタンもそうなんですけれども、旧ソ連の構成国で、ロシアと軍事同盟を結んでいる国であっても、ロシアの力が衰えたなーって思って、それらの国がどういう行動をとっているかっていうと、中国に接近しようっていう動きが強まってるんですよね。それは上海機構の首脳会談っていうのが、ここ最近行われたんですけど、その時でもですね、プーチン大統領と会談する、それら加盟国の首脳たちがですね、プーチン大統領を待たせて会談を行うっていうことが4カ国ぐらいあったんですよね。じゃあこれらの国々が中国の習近平国家主席と会談するときに、じゃあ習近平国家主席を待たせるかっていうとそんなことはないわけです。逆に自分の方が先に来て習近平国家主席を迎えて、いやこれからよろしくお願いしますねって握手をするわけです。このあたり完全に中国の影響力が強まっているっていうのはあるんですよね。プーチン大統領はまさに自業自得でそうやって国際的な影響力も失いつつあるわけですけど、逆に言えば誰かが力を失うということは誰かが力をつけるいわゆる地盤というか土壌が生まれているわけで、その時に中国は自分がここからは旧ソ連構成国をいわゆるテリトリーとしてどんどんと取り組んでいこうとしているわけですね。だから一帯一路構想っていうのはそうした意味においては、どんどんと勢力を広げていくときに、ロシアっていうのは逆に言うと、力を失えば失うほど中国にとって都合のいい、勢力圏を築くことができるんですよね。そういった具合にして国際情勢っていうのもどこかの国が弱まるとどこかの国が強まると。そしてどこかの国が強まりますよってなった時にそれが日本と友好的な国なのかそれとも敵対的な国なのかということが重要になると。中国の勢力が伸びるということは日本にとっては非常に危険性が高まるということなので、国際情勢というのは決して無視してはいけませんよという、そういった結論へとつながってくるわけでございます。よいしょ。はい。というわけで、今日の話はこの辺りにしましょうかね。体調的には、咳が出ると、これは別になんていうかな。咳が出るっていうのは別に体調的には私は問題ないんですけれども、喋りがなかなかきつくなるっていうだけなんですよね。ゲーム配信のサニーさん、興味深い話を聞かせていただきましてありがとうございます。あとは、私の話を聞いた後に疑問に思ったこと、もっと知りたくなったこと、そういったことは、ぜひとも自分でも調べてみてください。どうしてもですね、私は、人間なので、これはどうなるんですか？これはどう思いますか？これは、あれは、それはっていう風にして、質問だけを受けてそれに答えるっていう、そういった存在ではないので、どうしてもですね、Google 先生っていう、超強力な、聞けば答えてくれるものがあるわけじゃないですか。でも、人間である以上、やっぱりね、疑問に思ったことを自分で調べるっていう、あくまでも Google 先生は道具であって、自分が支配されちゃダメなんですよね。そこを気をつけなければならないっていうのがちょっと思うところですよね。だから動画で配信いろいろ話をしていますけれども、そこで疑問に思ったことっていうのはやはり自分で調べて、なるほどこういうことかという具合にしてちょっと自分の考えを持った上で、なるほどねとか、もしくはちょっとそこは自分と違うなとか、そういった差であるとか、そういった自分の考えをまとめるっていうのも、ぜひともやってみてください。はい。というわけで、2022年9月20日の生放送、ちょっとゲリラライブ的に行いましたが、これからもあんまりって言うと変だな。予定はこの日ですみたいな感じではなくて、その日の体調と合わせながらちょっと動画にしたり、生放送にしたりっていう形でちょっと活動していこうと思います。
というわけで、次回はきっと動画になるでしょう。というわけで、動画を見て、またお話を聞いてもらえればなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方は、ぜひともチャンネル登録していってください。そして、見終わった後は評価ボタンもぜひともポチポチとやってきてみてください。まあ、お金はかかりませんので、そちらの方は。そうですね。風邪ではないんですね。咳喘息っていうのは、免疫系が弱くなると、なんか浮上してくる病みたいな感じかなっていう感じですね。それでは皆さんおやすみなさい。またねー。